世界のディズニーリゾートとクルーズの周年イベントや新アトラクション完成予定をまとめてみた。ゆかです。ディズニーの世界って本当に奥深いですよね。そして情報量がとんでもないです。だからこそオタクみんなで語り合うのが超楽しいと思っています。そんなディズニーのワクワクする情報をシェアし合って、みんなでやいのやいの語り合えるコミュニティを作りたいなと思って配信をしています。ディズニー好きの皆さん、ぜひコメント欄を盛り上げていただけると嬉しいです。今日の内容です。費用だったり日数だったりいろいろな障壁があって簡単には行けない海外ディズニー。私はですね、去年の12月にアナハイムに久々に行ってきたんですが、円安の影響もあって費用がとんでもないことになっていました。それでも全力で楽しむためにケチった旅行はしたくないので、計画的に貯金していきたいですよね。そしてなるべくならば特別イベントのタイミングだったりとか、新しくできるアトラクションが完成したタイミングで行きたいですよね。そのために海外パーク周遊の5カ年計画を作ろうかなと思い立ちました。で、それに合わせて計画を立てるのに必要な情報、例えば世界各国のディズニーパークの周年の時期がいつなのかだったり、現時点で発表されている新しいアトラクションだったり、ショーの完成時期はいつなのかっていうような情報をパーク&リゾート編とクルーズ編、この2つに分けてまとめてみました。まずはパークリゾート編ですね。ここら辺数が多いので大変なんで、ぜひ、ノートの方には画像を載せてますのでご覧いただければ全部見れるかなと思います。来年2025年が70周年なんですよね、アナハイム。なのでこれは行きたいなと思いながら、あとは今年の2024年の冬にティアナの、アトラクションが新しくできますね。これはすでにフロリダでオープンしているものにはなりますが、アナハイムの方もオープンになる予定になっています。で、あとは2025年にウォルト・ディズニー・マジカル・ライフっていう、この前の D23 のイベントで発表されてかなり湧いてたアトラクションですが、ウォルト・ディズニー本人のウォルト・ディズニーのオーディオアニマトロニクスが出てくるようなアトラクションができる予定で、これ2025年予定なんですよね。で、あとは未定なものだとアバターですかね。あとは DCA の方ですね、カリフォルニアアドベンチャーの方で行くとですね、28年が35周年で、リメンバーミンのアトラクションがいつできるか未定だけどできる。あとアベンジャーズも増える予定でも未定みたいな、なんかそんな感じがカリフォルニアの予定ですね。なので、ディズニーランドリゾートの方は来年行ければいいかな。70周年だし、ウォルトのアトラクションできるし、これは70周年に合わせるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、どうですかね。で、続いてがオーランドの方、フロリダの方に行きたいと思います。フロリダはですね、この前の D23 の発表で盛りだくさんなんですよね。周年で行くと2026年が55周年、マジックキングダムの55周年、エプコットが2027年に45周年、ハリウッドスタジオが29年に40周年、アニマルキングダムが28年で30周年なので、ちょっと周年系はここ 1,2 年はマジックキングダムはあるけどっていう感じですかね。で、アトラクションだったりとかテーマランドみたいなところがすごくって、で、まずは来年の夏に、マジックキングダムの方で新しいパレードが、ナイトパレードが始まるんですよね。これ久々の新しいパレードっていうことでオタクは湧いていますよね。で、あとマジックキングダムだとカーズランドだったりヴィランズランド、ここはまだまだ未定ですね。で、エプコットがテストトラック来年新しくリニューアルするのと、あとこれはもうこの前の D23 出てこなかったのでないんですかね。メリーポピンズのアトラクションができるできないみたいなありましたが、どうなんでしょう。で、あとハリウッドスタジオの方でモンスターズインクの、ランドアトラクション、ジェットコースターみたいなのができるっていうことですね。で、これも未定で、アニマルキングダムが、2025年冬にズートピアのショーができる。あとは2027年にトロピカルアメリカができますね。これはミラベルと、あとインディ・ジョーンズの新しいアトラクションができるっていうことで、はい、これがオーランドフロリダの概要ですね。そう考えるとね、まだまだ未定が多すぎてちょっと
行くには踏み込めないっていう、やっぱね遠いし時間がかかりますからね、なるべく出来上がった段階で行きたいよね。はい。で続いてフランスですね。パリはディズニーランドパリの方が周年が2027年かな、これが35周年で、あとはウォルト・ディズニー・スタジオ・パークの方は2027年なので一緒なのか、25周年ですね。で、新しいアトラクションだったりショーっていうのはディズニーランドの方が来年新しいナイトタイムショーができる。でこれカリフォルニアのメインストリート USA みたいなところも一緒にプロジェクトマッピングされると思うんですけど、そういう新しいショーができるって言ってましたね。でディズニースタジオパークの方が26年にフローズンができて、あとラプンツェルスピンっていうやつもできるっぽいですね。なんかメリーゴーランドみたいなやつかな。であとはアドベンチャーベイでのナイトショーもできる。でただポイントなのがライオンキングですよね。ここがまだ未定でした。なんでパリもなかなか決めきれないで、次が香港行きましょうか。周年は25年なんで来年20周年ですね。でスパイダーマンが未定だけどいつかできると。で上海は26年が10周年、もう10周年なんですね。上海懐かしいな。でこれも、マーベルができるけど未定、あとはディズニーランドホテルができるけどこれも未定、拡張計画も未定って感じですね。なんでここ行くならばズートピアランドを楽しみに行くかどうか、近いですしね。そんな感じかな。で日本はちょっと飛ばしましょう、一旦置いといて、あとはアウラニか。アウラニは26年に15周年がやってきますね。ただすいません、私アウラニあんまり詳しくないので周年イベントとかあるのかな、一応あるのかな。一応26年か15周年っぽいな。でクルーズ編に行きますね。クルーズはやっぱり盛りだくさんですよね。新しいところで行くとまずトレジャー、ディズニートレジャー、カリブ海を回るやつですね。それは24年12月21日に就航なので今年ですね。これがアグラバーがデッキのイメージになっているやつかな。でモアナとかも出てくるのかな。冒険と発見の精神をテーマにした装飾で、レストランにリメンバーミー、ズートピアアイスパーラーか、あとジャングルクルーズのレストラン、海底2万マイル、ムーランのバー、あとはヘイヘイのカフェみたいな。でショーはモアナのショーをやるっぽいですね。これもいつか行ってみたいけどカリブ海なんで遠いよね。で、アドベンチャー、これがシンガポール初のアジア航路のやつですね。それが25年に就航予定で、テーマとしてはこの前お庭の映像が公開になってたかな。でサンフランソウキョとかモアナ、プリンセスのエリア、あとはマーベル、トイストーリー、あとルカとかニモとかがショッピングエリアみたいなところに出てくるっぽいですね。それ以外の詳細あんま出てなかったかな、まだ。であとはディスティニーですね。でこれは2025年の11月の20日就航ですね。ヒーローとヴィランズがテーマの船ですね。これもすごい可愛いですよね。インスタ見てちょっとワクワクしてましたが、クルエラのピアノラウンジがあったり、ライオンキングのディナーショーがあったりですね。でオリエンタルランドのクルーズが2028年で、こっから先は既存の船なのでよければノートをご覧ください一応ショーとかテーマとか分かる範囲で簡単にではあるんですが載せております。もちろんねプライベートアイランドのキャスターウェイケイとかアラスカ航路とかはいつか行きたいですよね。やっぱりミニーちゃんのアラスカのダウン着てるグリしたいしって思ったりはしております。いかがだったでしょうか。ここまでまとめてみました。で私の周遊計画仮ですね。先日の D23 の発表までは、そろそろフロリダ行きたいなって思ってたんですよ。多分最後に行ったのが2017年なので行きたいなって思ってたんですね。あとはアナハイムの70周年行きたいなって思ってたんですよ。去年行ったけど。ただフロリダは新しいものができすぎるので、一旦いつ頃できそうか目処が立つまではちょっと動けないな、ステイかなって思っていて、アナハイムは思ったよりも70周年のアートがちょっとピンとこなかったので優先順位がちょっと一気に落ちちゃったんですよね。とは言っても、今回アナハイム行くとしたらパークっていうよりも
ウォルトのゆかりの地プラスアルファのツアーをしたいなと思っていて、例えばお墓参りとかスタジオツアーとか、あとウォルトが住んでた家とか、あと会社を立ち上げた場所とか、あとウォルトディズニーファミリーミュージアム行ってみたいなとか、あとウォルトの娘がやっているワイナリーに行ってみたいとか、あとは、ディズニーレジェンドのボブガーのツアーがあれば、ちょうど日程が当たれば行きたいなとか、あとはちょっとディズニーっていうかあれですが、ルート66あたりも見に行ってみたいなって思ったりとか、なんかそういうことをメインに考えてたので、どっちかというとパーク外に時間がかかるので、それを考えると別に70周年の後が響かなくてもいいのか言ってもとか思ったり、ちょっとまた悩んでいます。であとは私が行ったことないのってあとパリとアウラニなんですね。なのでそこを攻める説も考えたんですけど、パリはライオンキングの目処が立ってから行きたいなとか思ったりして、そうなるとこんな感じかなって思ってます。2024年香港、今年11月にも予約入れていて、で25年がクルーズアドベンチャーシンガポール航路のやつですね。ただこれ予約取れるのかちょっと分かんない。で2026年にアウラに一応周年だし、で26年同年に上海ズートピアまだ行けてないのであと周年だし、これ最悪27年とかでもいいんじゃないかなみたいな。でどこかのタイミングでウォルトのゆかりの地ツアーとしてアナハイムに行く、なんかこんな感じで仮で考えてみました。なかなか決めきれないですよね。いかがでしたか？常に新しい情報が出てきていて、パークがアップデートし続けるので、どこかで決めきれないといけないんですけど、全部行きたすぎて本当に決められないです。でもこうやって考えているだけでも楽しいし、貯金の計画みたいなのも立てられるのでいいかなと思って、こんな記事も書いてみました。皆さんはどんな計画を立てていますか？ぜひ国内外問わずディズニーに行く予定があればコメント欄で教えてください。この記事が面白い、参考になったと思っていただけましたら、ぜひフォローや好き、いいねしていただけると励みになります。みんなでディズニーを語り合うようなコミュニティを作ることが目標なので、応援、コメントで参加いただけると嬉しいです。で、ここでコメント返しのコーナーです。いつもコメントありがとうございます。昨日公開した夢の国を発明で現実にしてきたすごい人のインタビュー動画っていう記事に対してのコメントをスタイフでいただきました。ゆうさん、いつも秀逸すぎるコメント本当にありがとうございます。もう毎回コメントくれるから超嬉しいのと、あともうゆうさんが映画、パーク、ディズニーシャも全方向に詳しすぎて超勉強になるスーパーディズニーオタクですよねこんな言い方合ってるかってか失礼じゃないかあれなんですけど、でね、私これ感動しちゃったんですけど、ウォルトの夢を発明でリアルに実現させて、魔法をリアルに実現させてパークを作ってきたラニーっていう方を紹介する記事にいただいたコメントなんですけど、この人がいたからディズニーの魔法が実現できたっていうお話ですね。なんですけど、それに対してルーシャス・フォックスみたいってきたんですよルーシャス・フォックスって皆さんご存知かと思いますが、バットマンの装備を作ってきた開発者のルーシャス・フォックスですね。それとラニーをかけて表現するなんて、もうコメント読んだ瞬間に私震えましたさすがすぎると思って。でね、その後で、このラニーが作った開発したものの一つとしてホロタイルっていう VR を使ってる間に使える床でぬるぬる動く床なんですけど、それをしていれば VR してても壁とかにぶつからないから、みんなで一緒に VR したりとかいろんな使い方ができるよみたいな、そういうお話もこの記事の中で書いてるんですけど、それを使ってウォーキングフロア、狭い部屋でもウォーキングフロアができるかもってコメントもいただいたんですね。で、確かにと思って、なんかそれこそ狭い部屋がたくさんある建物が、お部屋がいっぱい並んでる建物みたいなのができて、その建物、狭い部屋の中にゲストが敷き詰められて、めっちゃ回転率がいいイマジニアが喜びそうなアトラクションできんじゃないって私が返信したんですよ。で、そしたらゆうさんが、土地の狭いアナハイム向けですねもうさすがすぎますよね。アナハイムだったらありえそうじゃないですか。ちょっとこの視点が怖すぎて楽しいなと思って笑わせていただきました。ありがとうございます。みんなディズニー好きがすごすぎて、こういうねコアの話もそうですし、ライトの話も含めてですけど、こういう話ができるのが本当に楽しいんですよね。
あと私海外のパーク行ったら絶対その土地のキャストに話しかけて、いろんなその現地の話聞いたりして、特にアナハイムの時とかはいろんなイマジニアとかがね立ち寄ったりするので、いろいろ話を聞いて回っていて、なんかそこでそういうウォルトのコアな話したりとか情報交換したりするのがすっごい好きなんですね。なのでなんかそういうのをこのコミュニティを作ることで実現できたらいいなと思ったりするので、ぜひそんななんかこんなユウさんほどコアな話じゃなくて全然いいので、ディズニー好きの方コメントで参加していただけたらもっともっと盛り上がって楽しいかなと思っておりますので、これからも応援よろしくお願いします。ユウさん今回もありがとうございました。これからもよろしくお願いします。